こんにちは。そしてお久しぶりです。今日はフランスパン挑戦していきたいと思います。まず材料こちらですね。今日はね、準強力粉とかあと難しい材料使いません。スーパーで売ってる、もしくはもう家にすでに存在している安い材料高い材料を持ってるお家の方ごめんなさい、安い材料で、あとね道具とかももう極力シンプルにできる結構ね素敵なレシピかなと思うんだけど、1点弱点があって、イーストね、これだいたい1袋 3g ですよね。今日入れていくんだけど、今日は 2g 入れていくんですね。だから絶対こうなる。ちょっと止めるとこ長いんちゃうっていう話やけど長めのやつで止めてるけど、ずっとね変なサイクルになんねん、 2g 使うとそれだけちょっとね弱点なんだけど、やっていきましょう。まずお水にお砂糖類、あとはドライイーストですね、溶いていくんだけど、この時にお水でやったらいいのかお湯でやったらいいのかね、季節によってとか書いてたりするんだけど、ちょっとね難しくて、で自分の中でちょっと基準私決めまして、半袖を着るような時には暑いからお水で作る。で長袖を着るような季節、ちょっと寒くなってきたなって思ったらお湯でやる。なんかこれでねやってたらいいかなって思いましたね。そしたら薄手の七分袖はとかね絶対そういうこと聞いてくるやつおるけど、薄手の七分袖はまあお湯かなお湯でやっていきましょう。でイーストとかね、結構最初に入れちゃうとそこに沈んじゃって溶けにくいから、お水の上に入れた方がなんか溶けやすいよね。ただもう蜂蜜とか沈んでるからね、いつ入れても一緒かなっていう気もするけど。でとにかくですね、今日はこねたりしないので、生地をしっかりとね材料を混ぜといた方がいいかなということで、いいですね、終わりました。で生地を作っていくんですけど、ここがね私今すごくハマっているポイントで、強力粉11に対して薄力粉これですね1ぐらい入れる。大体でいいんだけどね、なんかこの割合がねすごい美味しくて今ちょっとハマってて、今日もこれでやってみましょう。でもう一個ポイントがお塩ですね。学ぶもね結構多めに入れていく。 5g 今日は入れました。結構ねサラサラじゃないタイプの今日お塩なんでしっかり混ぜますね。で薄力粉なんだけど、あんなちょっと入れる意味あるかねっていう疑問ちょっとあるやん。あんなちょっとで、私ね米粉に入れ替えてみて作ってみて、そしたら味が無になっていや無って言ったらあれないけど無味。なんかねこんなにあれやこれやして料理してみんな無になったことってあるなんかね味が本当にいいところも悪いところも全員が全部打ち消し合う感じになってんね。だから違うんやと。米粉はね、米粉のレシピあれやこれやね、私も美味しいのちょっと探しててさやってみんねんけど、これはちょっと違うなって思いました。で強力粉だけで作ってもなんか普通のパンみたいにやっぱりなっちゃうしね。でたどり着いたのが今日の1対11ぐらいですね。っていうのとお塩なんだけど、お塩はやっぱりね今日みたいにチープな材料で作る時って旨味がどうしてもねないから、塩味みたいなの感じるとやっぱり美味しいって思うからね、ちょっと強めに入れてみてますね。でこの混ぜる工程なんだけど、だいたいさ粉っ気がなくなるまで混ぜましょうやん、こういうのってね。私もなんかあんまりそういうことをどのぐらい混ぜるとか考えずにさ、なんかひとまとまりになったらいいかなと思ってたんやけど、なんかね
ここが結構意外に大事みたいで、だんだんまとまってきて、みんなの中で粉っ気がなくなるってどれぐらいやろね。私の中ではもうそろそろかな。これぐらいまで混ぜましょうと思うやん。いや、こっから先混ぜるんかいってそう混ぜんねん。もうちょっと混ぜてたらなんかべちゃべちゃになってくるっていうステータスになんねんやんか。なんかこう重たくなってきて、でそこまで混ぜる方がいい。なんかね、結局さっきのひとまとまりになんか綺麗になった状態やったら粉の塊みたいなのがすごい将来的に残んねんね。今日ってなんかこねたりとかさ、そういうことしないから、なんかこの段階でね、これこれよなんかべちゃっとした状態まで混ぜる方がなんかいい気がしますね。これで置いておきましょう。はい、置いておきましょう。で40分ぐらいですね、お休みします。で今日はですね、こねたりしないのでいいですね。折りたたんでいくんだけど、素手でいくともうこうなるから、今日はねベタベタとの戦いだから、びっしゃびしゃに濡らしてやっていく。もうとにかくね、水分量とか大丈夫ですかとかねあるんかもしらんけど、大丈夫かどうかはちょっと知らんけど難しいことようわからんけど、とにかくもうちょっとでもベタっとしたらすぐ濡らしてきて、びしゃびしゃでとにかく手にくっつかないようにして、四方から4回折る作戦で今日は行こうかなと思います。でこの伸ばすところももう画面外でも今めちゃくちゃ伸ばしてるぐらいビロロンとしてやっていく。でなんか気持ち最後ひっくり返してしなくてもいいと思うんだけど、なんかそこの方に溜まってそうで、一回ひっくり返して、でまた同じように待ちます。今日はこれを2回して終わりですね。この40分待つっていうのがさっき言ってたね、その半袖の季節か長袖の季節かによって違うのかなと思うけど、40分はもう40分固定でちょっとねやってみてますね。で今日はこれを2回やって、最後にボールいっぱいまで膨らますっていう風に今日はしたいんだけど、そのボールいっぱいに膨らますっていうところで時間をちょっと調節しようかなと。何言ってるかわかるごめんね、ちょっと早口になっちゃった。そうボールいっぱいまで膨らましたいんだけど、今回はね今回はというか今日は気温が32度ぐらいありましたんで、だいたい2時間ぐらいですかね、やったんですけど、4時間ぐらいかかる日ももしかしたらあるかもしれないですけど、とにかくいっぱい膨らむまで待つということですね。でちょっとね準備しておきたいんだけど、今日は今やったみたいに縦3本のフランスパンを作りたいんです。でちょっと大きめ、天板よりも大きめのサイズでオーブンシート用意しておきますね。ね、こうやってくっついちゃいましたけど、でもくっついちゃうぐらいにね、そのボールの大きさにもよるんちゃうかっていうところもありますけど適当にとにかく今ぐらいのサイズになるぐらいまでね、やってもろて、でこっからですね、とにかく成形するんだけどね、多めの粉を振って、で
もうこれは落ちひんなっていう状態になったらヘラであのままやってて、なんかゆっくりでもいいから落ちたらもうそのまま触らん方がいいと思うんですけど、もうこれは一生落ちひんなと思ったらこのヘラでちょっとずつ取りましてですね、優しく優しく落とすと。でとにかくね、手で触ったらえらいことになるんで触らんようにして、で分割したいんですね。これを今日はね3分割にしたいんだけど、この上のところ、ここにもね粉をしこたま振っていく。本当はねこの表面のところって生地の中側に最終的に行くところだから、粉を振らないようにって言ってはる先生が結構たくさんいるんですよ、ここの上のとこね。なんだけどもう粉振らんかったら不可能に近いからもうほんまにね、もうこうそんなとこに粉つけて意味あるっていうところにももうつけていく。とにかくもう直接触れない。ほらもうこうなるから恐ろしいやろほんまに。だからなんかそんなに粉振ったらダメって言う先生いんねんけど、もうダメとかじゃなくてもう振らないと嫌な生徒、ダメとかじゃなくてとか言ってね。でもねとにかく粉で、でね今からこれをちょっとねさすがにこの余分なやつはパパパってするんだけど丸めていきます。でこれはね成形するんじゃなくてちょっと一旦丸めるっていう感じで、もう周りから中に包んでいく、両端を中に入れて包んでいくって、このロールキャベツ方式でねロールキャベツを作っていく。今の何っていう話なんやけど基本をねよくこの段階でできました。ちょっと潰すようにして丸めましょうみたいなことも言われたりしてるんですけど、わかる？なんかちょっと技法があるんだけどね、素人ゆえにさ、私なんかね手数がやっぱ多くなってんのよ。先生とかプロの人って本当にねなんか無駄な動きなくパッ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 パってやりはるから、そら基本もねある程度潰したらいいんかなと思うねんけど、私らみたいなど素人ってめっちゃ手数多いやん。なんかさベタベタやってまうやん。やからもうね基本のことは一回忘れる。一回っていうかもうずっと忘れる焼き上がるまで基本のこと忘れるもう何にも考えずにこの状態のままいった方がいいと思いましたね。これ私の勝手なもう見解ですけどね、このままロールキャベツを3つ作っていいですね。でここからね細長くして成形していきたいんだけど、フランスパンの形にね1回ね10分置きます。でねその10分って意味あるって私ずっとさ、この特にパンを作ったことなかった時とかね、そんなちょこちょこ時間置く必要あるって思ったんですけど、このね10分置くことによってやっぱり作業しやすくなるんですよね。なんかね生地がね置かないと10分置かないとギュッギュッってしてるからなんか上手に伸ばせない、だから10分置いて今始めました。このマットのゴロゴロするやつのゴロゴロする部分ぐらいまで、20センチ20センチね20センチぐらいに今日はやります。うちの天板がねちょうど30センチぐらいなのかな、ちょっと小さいので、このね生地をねプリッとするようにした方がやっぱり最後美味しそうにできますね。なんかねだからなるべくこのプリッとするように上と下を畳んで真ん中指で押さえて閉じていくっていうやり方ですね。で20センチぐらいまで、あんまりやるとでもなんかね
シワシワっとなっちゃうんですよね。私下手くそだからかな。だからちょっと、もうこれぐらいでいいですね。でね、実は1本やっておりました。で今日やりたかったのが道具とかもね、よくこうキャンバス生地とかに置いてね、フランスパン作ってたりするんだけど、もうオーブンシートでね十分です。ちょっとやってみたい勢にとってはね、オーブンシートで十分です。ガチ勢の方はもうそらキャンバス地ぐらいいるでしょうけど、ちょっとやってみたいぐらいの私ぐらいのライトユーザーはね、これでなんとかやりましょう。とにかくね、なんか細長く仕上げたいっていうだけなんで、もうあんな感じで3本目もやりまして、3本目ちょっとなんかねシワシワになりましたね。で端っこの方をね、ちょっとこのさっき使ったバットで軽く押さえておいて、でこっから20分ぐらいでしょうか、乾燥しないようにして置いておきます。でオーブンですね、予熱するんですけど、自分家の一番高い温度、出る高い温度で予熱しておきますね。高い温度の方がパリッとするっていうことなんでしょうけど、正直ね味に違いを感じるほどのレベルじゃないっていうかね、こっちがなんでそんな強気で言うんかわからんけど、こっちがねドデカ包丁でクープ入れていくね。なんかやっぱそれ以前に材料とかね、そういうところの違いの方が大きいのかなって思いますが、弱々オーブンでもね、なんとかそれっぽく見えるように、まずねこのクープをちょっと何回もギコギコやってあれですけど深めに入れる。そしてねビッシャビシャに、もうビッシャビシャでしょ、ビッシャビシャに切り拭きする方がパリッとする気がしますね。でこっからですね、まだスイッチを押さないで予熱した状態にただ入れただけで3分とりあえず待つと。で待ってから、うちはね予熱しちゃったらもう210度までしか上がらないので、温度がね一番高い温度で焼いてみました。さてさて今日はこんな感じに焼き上がりました。いかがでしょうか。すごくね自分的にはもう大満足でございますね。真ん中のとこね、これちょっと細くなっちゃったりとか、そういうのはあるんですけど、それっぽい感じにね、この真ん中のやつ結構上手にできたね。いいですいいです、かわいいです。ちょっと餃子の羽がついてるけど、裏もいいですね。パンの裏のかわいいやつで、横のところがやっぱりいつもちょっと焼けないですね。白い感じになっちゃって、触った感じもちょっとぽよぽよとしたソフトフランスっていう感じですかね。上のところは結構しっかり焼けてるんですけど、ちょっとね切ってみましょうか。切った感じもやっぱり皮が柔らかい感じはしますね。さてじゃじゃんと、どうなんだろう見てもわからんけどね、基本のことは言わないでって言ったけど美味しそうな感じするね。でそうだね、皮のところがちょっとねやっぱり薄くなっちゃってますね。フランスパンって皮が分厚くてそれを楽しむみたいな感じみたいですけどね。でおすすめのね食べ方、今日はこっからが本番。まずこれぐらいに切ってバターをのせる。手でごめんね、手でのせて自分で食べるだけやから。でこれをしっかりめに焼くといかがですか。
れがねめっちゃ美味しいから、ちょっとねいただきます。バカうまですね。めっちゃ美味しい。これぐらいの分厚さに切ってぜひやってみてほしいですね。今日のパンって材料がまずチープっていうのと、私の技術が追いついてないっていうのももちろんあってね、旨味が少ないんですよね。やっぱりどうしてもね、なんかそういうパンになるなと思うんですけど、ポイント多めの塩、そして最後食べ方の時にねしっかり焼く。しっかり焼くとねやっぱりちょっと焦げがつきますよね。焦げってやっぱりね美味しいって感じる成分の一つなんだって、だからしっかりめに焼く、この2つでねちょっとうまみアップという感じで今日は美味しいパンちょっと作ってみました。ここまでご視聴いただいた皆さん、いつも本当にありがとうございます。久しぶりの動画も見てくださった皆さんありがとうございます。お相手はおなおドーナツでした。また見てね。バイバーイ。